危機的状況をプラスに変える動画版日本語で USA。 アメリカ不動産を3人のリアルターがオハイオ、カリフォルニア、ハワイから読み解きます。こんにちは。こんにちは。では、元気ですか？おかげさまで元気です。皆さんはどうですか？元気でやってます。元気です。今日は、アメリカの不動産の購入のプロセス、オファーの出し方、オファーを出すときにどんなことに気をつけたらいいんですかっていうテーマで話していきたいと思います。誰から始めよはい。じゃあ、まず私、ちょっと説明します。う？お願いします。はい。ハワイの、パーチェスコントラクトっていうんですけど、オファーのオファーのページは全部で14ページあります。で、もちろん、売り手さんの方の気持ちに、添えば添えるほどオファーっていうのは通りやすいんだけど、まずそれは何かっていうと、キャッシュとローンがあった場合には、キャッシュオファーの方が強いですっていうのは、ローンだと、途中でダメになっちゃったり、コンテンジェンシーって言ってローンが通らなかった時には、本当にクローズをする引き渡しの直前でがっかりしちゃうっていうようなことも起こり得るから。なので、できるだけキャッシュの額が多いローンかキャッシュオファーかっていうのをお勧めします。で、あと、クローズの日っていうのが、その引き渡しまでの、日っていうのが、だいたい30日から45日なんだけれども、それを短くすれば短くするほど、売り手さんっていうのは、もう確実に売れるっていうのがわかるんで、その日にちっていうのも、できる限り短い方がいい。そして、検査期間っていうのがあって、まずこの間もちょっとお話ししてたエスクロっていうのに入った時から10日間から14日間の間でいろんな検査を入れて検査をするんだけれども、その検査期間があまりに長いと、その間やっぱりじりじりしてしまうので、その検査期間っていうのも短ければ短いほどいい。っていうのは、結局なので、シンプルなオファー、なるべくそのクリーンでシンプルなオファーっていうのが好まれます。で、体験談としては、今まで一番素晴らしいっていうか、一番短期間で引き渡しをしたっていうのは5日間のクローズっていうのがあったんですけど、その時にはもう本当に何もコンテンジェンシーも検査もしなくていい。もうそのまま何しろ、今日キャッシュを銀行に、エスクロに入れるから、すぐに鍵を渡してくれっていうようなものがありました。で、もちろん私たちもすごく検査しないながらもとっても忙しかったんですけども、本来はこういう究極なものっていうのはお勧めしませんっていうのは、やっぱり検査って大事だし、そういういろんな家の検査もそうだし、持ち主の検査だったりっていう、いろんな検査っていうのはやっぱり入れた方がいいので、そのコンテンジェンシーを外すにしても検査期間っていうのはそのまま入れた方がいいですよね。こんな感じです。じゃあ私がカリフォルニアの方をちょっと話しますと、多分ハワイとカリフォルニア聞いてたらすごい流れとか項目とかはよく似てまして、で、もう一回ちょっとそのオファーを入れるときに何に気をつけるかっていうことなんですけど、オファー自体はすごいたくさんの契約書類の一部なので、すごいたくさんのことが書かれているんですけども、バイヤー側として書くときにポイント、お客さんにこことこことこれをこうしましょうって決めるポイントで、逆にセラー側の立場だったら、たくさんもしオファーが来たときにどういう、項目を主に見るのかって言って、例えばたくさんオファーが来たらいつもマトリックスの表にして、この項目はこうですね、A さん B さん C さんこうですねって言って、いつも表にして比較して検討するんですけれども、一番の、いいオファーっていうのは、こちらが例えば60万ドルで出したら、それに対して高くでくれたオファーですね。まず価格が一番重要、もちろん。で、今度価格が重要なんですけども、その人の次に資金計画がどうか。これはなんでそういうことを言うかというと、さっきのマミさんのお話にもあったように、オールキャッシュの方っていうのはもうお金さえ払ってくだされば崩れることはないんですけれども、ローンの方の場合、ローンの金額の比率が高ければ高いほど後からちょっと問題になるケースが多いんですよね。それはちょっともう一回後で話しますけども、ローン比率っていうのを私たちはやっぱり見ます。逆を言うと頭金比率ですね。頭金比率が例えば 5% 入れる人と 50% 入れる人だったら、やっぱり 50% 入れるってことは半分の額しかローンを借りませんので、やはりローンが
通る確率っていうのがやっぱり高くなるので、その人たちをやっぱり優先的に順位を上げて検討のボードに入れますね。で、そういうふうに資金計画がどうか。で、あと手付金はちょっとこの間随分3州で違うんですけども、カリフォルニアの場合は、2.5% から 3% 入れていただくのがもう召集間で当たり前になっているので、そこがあまりにも低かったらカウンターオファーっていう戻すときに 3% にしてくださいって普通に言って皆さん 3% に上げてくるっていう感じなんで、ここはあんまりビッグディール、大きな問題にはならないですね。で、あともう一個大きいのはコンティンジェンシーという期間を設定するのが何日間かということで、これはさっきのマミさんのお話にもあったように、コンティンジェンシーはカリフォルニアも3種類ありまして、その3種類のうちの1つ目はインベスティゲーション、つまり調査、検査をする期間が何日間で検査するか。で、その次にアプレーザル、これは不動産の鑑定をする期間を何日間で設定するか。で、3つ目がローンのコンティンジェンシーで、この3つのローンを何日間で設定するかっていうのを、バイヤーさんのオファーを出すときに例えば10日、17日、21日みたいな感じで設定してくるんですね。で、そうすると、セラーの立場で言うと、コンティンジェンシーの期間中っていうのは、バイヤーさんがキャンセルをすると、手付金で入れたお金を全額返却するっていうルールがあるので、バイヤーさんは守られているので、逆にセラーさんの立場で言うと、バイヤーさんがコミットしてくれなくって、キャンセルされる可能性があるという期間なんですね。なので、長ければ長いほどセラーにとって不利なので、これは短くしてください。あるいは、コンティンジェンシーをなくしてくださいということで、最近はアプレーザル、不動産鑑定のコンティンジェンシーは、査定額が低く出ると、それを理由にキャンセルすると言われるので、自信のある頭金率が高くてローンが崩れなくて査定が低く出てもローンが降りるという確率の高い人はもうアプレーザル外してもらってます。で、そういうコンテンジェンシーの期間っていうのをまず短いほど見ます。それと最後は、あと最後っていうかそうですね、諸経費の後分担っていうのも多少見るんですよね。私1回だけすごくアグレッシブに諸経費をほとんど全部持ちますよっていうバイヤーさんがいて、例えばトランスファータックスって言って譲渡税みたいなカウンティに出す譲渡税も自分が持ちます。普通はセラーが持つんですけれども、あと、なんかいろんなものをタイトルカンパニーのインシュアランスもこの会社を使うんだったら全部持ちますみたいな感じで非常にアグレッシブな方もいらっしゃって、それもやろうと思ったらできます。で、あと最後はエスクローの期間なんですけれども、マミさんおっしゃったように、セラーさんが急いで、もうこれが空き家ですぐ売った方がお金がすぐ入るから嬉しいっていう人の場合は、なるべく短い方がいいんですけれども、やっぱりローンが崩れるとか、そういうことを考えると、やっぱりローン抱えている方はやっぱ30日ぐらいは最低持ってもらうことが多いので、30日なら OK なんですが、逆にセラーさんがですね、買い替えする場合、私はもうちょっと買い替えするから60日エスクロじゃないと困るっていうふうにセラーが長くしたい立場の場合もあるので、逆に言うとオファーを入れるときにセラーのエージェントさんにこれどんなプリファレンス何がいいですかって言って聞いて、あちらが一番カウンターオファー出さなくても済むような最もイエスと言いやすいオファーをあちらに合わせて書くっていうふうにそういうふうに心がけてますね。大体ハワイとほとんど似てると思うんですけど、そんな感じです。はい。オハイオは今非常な売り手市場なので、私がリアルターになった2011年とかと比べると随分オファーの書き方が変わってきています。ただ、今、ひろこさんも言ってくれたように、一つ徹底して同じことをしているのは、まず、売り手が何を求めているのか、これをなるべく聞けるようにしています。となると、やっぱり、売り手のリアルターさん、仲介師がこちらを認識してるってことものすごく重要だなって今話を聞いてて思っていて、そもそもオファーが重なるような物件だと、こちらを知っていないと、あちらも電話をしても出てくれないぐらい忙しくなっちゃうので、もう随分内見する時点で見に行くよ、もうオファー入れる準備できてるからねみたいな、先からなんかジャブを入れるみたいなことをしています。で、あと何をするかっていうと、基本的にオハイオの場合は、オファーを入れてからクロージングまでに3つの条件があります。1つは、修理の交渉。はい。2つ目が査定。で、3つ目が、ローンの審査なんですね。で、ハワイやカリフォルニアと違って、オハイオの、
オファーには頭金がいくらっていうような項目はないんです。だから、それがないっていうことは、どれが確実にクロージングするかっていうのが、その資金みたいなところで見ることができないので、私たちはどこで見るかっていうと、プリアプルーバルっていうのがもらえるので、どこの銀行とやり合ってるのかっていうことと、それからそのローンオフィサーが誰なのかっていうこと、あとは相手のリアルターさんが誰なのかによって、どのくらい、オファーが確実にクロージングするのかっていうのを私たちは見てるなって今お話を聞いてて思いました。で、オファーを入れるときに気をつけなきゃいけないこととしては、それだけオファーが重なるので、必ずしも金額が高ければいいっていうことではない。じゃあどこで、差をつけるかっていうと、なんで金額が高ければいいってことじゃないかっていうと、キャッシュでのオファーだったらいくら高くてもいいんだけど、ローンの場合は査定が入って、銀行からの査定がオファー額まで来ないと、結局のところはローンが下りないので、じゃあ自己資金を持ってこられますかって、そこがポイントになるので、もし高いオファーを出すときは、その査定がつきそうじゃないところの金額をこのぐらい自己資金があるんだよって言って、銀行の残高を見せたりとかして、この人の資金力があるってことをアピールするかな。あともう一つ、大きくやるポイントとしては、リクエストレメディって言うんですけれども、家の検査が入って、それの、検査の後に修理の交渉をします。で、売り手さんにこれだけの、交渉をしてくれ、直してくれたらば、いいよっていう、それに関して、その修理をするっていう権利を放棄するっていうことを割と多くして、それをすることによって、契約が途中で崩れないっていう形をこちらが意思として見せる。でも家の検査は入るし、実際のところ何か例えば基礎に問題があります、屋根に問題がありますとかって言って構造上に問題があったときは、契約を解消することができる権利は放棄しないので、何か大きな問題があったときはそこで契約を破棄するよみたいに言うと、反対に売り手さんがそれだったらどんなことが見つかったの、どうしたらいいのみたいに、交渉に応じてくれるから、この放棄っていうのはそんなに危なくないよっていう説明の仕方をします。なんでかっていうと、その修理を売り手さんがその場面でしてくれなかったとすると、そのインスペクションで出てきた不備っていうのは次に売りに戻すときにもう一回開示しなきゃならないっていう義務がオハイオではあるために、どうせ開示して売りに出すんだったらこれだけの高値はつかないよね。だったらこの最初の売り手さん、買い手さんで交渉してクロージング迎えちゃったらいいよねっていう、そういう背景があるかな。今お話ししてた後半の部分はハワイも全く一緒です。なので、オファーが入ってきて、今度セラーの立場でそれを見て、いや、この自分のお家はここまでの査定が上がらないだろうなって思った時には、カウンターで、もしそれに達しなかった場合は、その差額っていうのをキャッシュで負担できますかっていうようなカウンターを出したりします。どうでしたでしょうか？今日はオファーの出し方をそれぞれの州からお話ししてみました。ここがね、すごく大事だっていう話はすごくあって、例えばこれ逆にたちですごいたくさんの人からオファーが来たときによく分かってないエージェントさんのバイヤーさんを選ぶと後でこんがらがってくることが多いですね。なぜかというとそうです。なので私たちリアルターも相手のリアルターのレベル見てますし、オファーの書き方からどのくらい重要しているのか感じで、ね、話すんだけども、お客さんの一番のベストの利益を求めて交渉するんだけども、ちゃんとものを分かってないと、その人がですね、例えばヒステリックで、セラーからこんな風なことしか言われなかったって言って同じトーンでバイヤーさんに伝えると、同じようにバイヤーさんも聞いてパニックになりますよね。でもちゃんとその人が落ち着いて、これはこんな風な内容が来たけどこれは普通ですからね、慌てなくても大丈夫ですよっていう風にきちっとニュートラルな立場で、でも、ね、相手のお客さんのことを言うんだけども、
物分かりがちゃんと分かって進めてくれる人、これがすごく大事なので、バイヤーの立場でお客さんをリプレゼントする場合だったら、私もあきこさんと同じように、ジョーどうってすごいナイスな感じでセラーのエージェントにコミュニケーションをなるべく早く持っていって、お客さんはね、すごくもうね、後で絶対もうこの物件すごく気に入って、ものすごいスムーズに私もお客さんもすごい進めるからねっていうことをもうインプットしながら、なるべく覚えてもらってきちっと。そこからがもう交渉の始まり。そうはい。なのでそういう意味でリアルタイム誰に分かってなかったらあんまり取りたくないっていうか、そんな感じよね。大切よね、っていうことも分かっていただけたんじゃないかと思います。はい。次回は、先ほどから何度も出てきた家の検査についてお話ししたいと思います。アメリカの家の購入では結構肝なので、結構っていうかかなり肝なので、はい、楽しみにしていてください。はい、ありがとうございました。はい、今日もありがとうございました。